中島ファルコンズの千秋です。安野です。今日は既婚者向けマッチングアプリの会員数が急増している件について話していきたいんやけど、そもそも日本の不倫経験者がどのくらいおるかっていう話なんやけど、2020年に NTT コモンオンラインというウェブ調査会社が不倫をしたことがありますかというアンケートを取ったんやけど、それの回答が男性で過去にはしていたが今はしていないが 39.65%。で、現在しているが 7.07%。女性が過去にしていたが今はしていないが 13.18%。現在しているが 1.97% と、既婚男性のうち約 46.7% が結婚後どこかの段階で不倫経験があると回答して、既婚女性が約 15.1% が不倫経験があるっていう回答が出たよね。で、正直男の2分の1が不倫経験があるって回答しとるのが結構びっくりやったんやけど。よも末やな。そうセックスがあるってことやな。不倫、そうやな。セックスをしたことがあるっていうのが項目に含まれとるってなっとったから、そういうこと。で、不倫を助長しとるのが既婚者向けマッチングアプリの存在だと世間では言われとるらしいよね。名前を聞いたことあるな。もうそういう既婚者専用のマッチングアプリがあるらしいんやけど、例えばアプリ名で言うと、多いものが既婚者クラブ、カドル、ヒールメイトといったような50万人を超える登録者数がおるようなアプリもあって、一応はあるみたいだよね。こういう。50万ってすごいな。その中で、こういう既婚者専用のアプリを使う目的っていうのが、いろいろあるみたいなんやけど、例えば、会話探しとか、趣味友探し、あと、セカンドパートナー探しといったような形で、不倫というよりは、友達見つけみたいな感じで使っとったり、でも実際には、恋愛にときめきを感じたいとか、夫以外の男性から女性として見られたいとかいうような感じで、不倫をしたいっていう目的でも利用してる人が多いみたい。アプリ側が目的として紹介しとんのがそういう会話相手探しとかさ、相談相手探しとかっていう綺麗な理由で書いとるけど、名目上はな。実際には不倫相手を探しとる人がほとんどやろうな。っていうのが利用者の声やな。アプリ側も公に不倫を助長するような書き込みはできやんのじゃない？不倫アプリやん。そう。これがいわゆるそのオープンマリッジやセカンドパートナー探しって言われとるみたいなよね。オープンマリッジってあんま聞いたことないけど、どういう意味なの？オープンマリッジっていうのは、直訳すると開かれた結婚っていう意味で、夫婦がお互いに合意した上で、配偶者以外の第三者と恋愛や性的な関係を認め合う結婚の形っていうのが言われとるのね。で、セカンドパートナーっていうのが、既婚者が配偶者以外に持つ恋愛感情を伴う特別な相手のことを示すっていうのが、一般的に不倫に至らない恋人といったようなニュアンスで使われることが多いみたい。セカパって呼ばれるような表現をされとるな。ちょっと昔流行ったよな。昔っていうかちょっと前やけど。あったよな。オープンマリッジもセカンドパートナーも、不倫にはならんっていうか。これはお互いの合意の上でっていう。実際にパートナーから離婚の原因とはならん不倫みたいな。そうやな。お互いが、要は他の女とセックスしてきてもいいよっていうのがオープンマリッジってことか。そう。で、セカンドパートナーは、セックスはせんけど、恋愛感情は持つ相手ってことか。セカパに関しては、配偶者からの同意は得てないけど、セックスはしてないから不倫ではないよっていうことなんか。そうやな。一応名目上な。昔ソフレとか、キスフレっていう言葉も流行ったけど、要はそういう感じなのかな。みたいやな。今現代のあり方っていうのが、重視されとるから、こういうアプリが、重宝されとるような感じなのかな。要はセフレじゃない？セカパって言いつつ。はい。いいように言葉言っとるだけやな。最近そういうさ、言い方を変えてさ、表現をさ、遠回しにしとる言葉多いよな。こういうセカパしっかり。パパ活とか、やんな。そう。よく考えれば。そうやな。だって、それ言っとけば罪悪感がないっていうか、普通にパパ活とかも昔はさ、援助交際とか言われとったやつやけどさ、パパ活っていう言葉でほぐれとんのかわからんけどさ。でも、そのうちさ、もうパパ活もさ、悪いことみたいな、結構報道でさ、なっとるわけやからさ、またパパ活に変わる言葉出てくる。きりないよ。で、このアプリの、セキュリティとかに関してもやっぱり結構見バレ対策っていうのが厳しくて、プロフィール写真とかにぼかし機能とか、ニックネーム性とか、送信メッセージと画像の削除機能があるらしいよね。これが普通のマッチングアプリとは違う点やと思うんやけど。テレグラムみたいやな。そうやな、テレグラム、シグナルとか、匿名性の高いアプリに近いような。で、
さすがにこういういい面だけじゃなくて問題もあって、2024年の8月には、既婚者のマッチングアプリで出会った男女が、つつもたせの手口で、妻と性的な行為をした男性から現金を脅し取った疑いで、夫婦が逮捕されとんのよね。不倫の慰謝料目的で、妻を男性にけしかけたっていう。牛島くんみたいな。そうそう。で、行為に及んどった最中に、旦那がその現場に突撃してきて、不倫やぞみたいな。慰謝料払いって言って、金をむしり取ったっていう。確かに、このアプリの抜け穴っていうかさ、不倫やからね、やってることは。ありえるよな、全然こんなん。という感じで、問題も出てきとると。実際こういう既婚者のマッチングアプリなんてリスクしかないと思うんやけどな。独身の身からすると。そうやな。使っとる側からすると、普通のマッチングアプリで、独身者相手に自分を独身と偽って不倫をするより、既婚者同士の方が、お互いにその悪いことしとるっていう共犯みたいな感じで信用できるんかな。両方バレたらあかんっていう、リスクを背負っとるから、バレにくいとか、後ろめたさが薄れるかもしれんの。でも、こうやって需要があるから50万以上も登録しとるわけで、当初目的の付き合いたいまではいかんくても、話し相手とかで登録するのはわからんでもないよね。ただ、そこで終わらんくて、会ってみたいという気持ちになるから、不倫になるし、そこで終わらんっていうのもあるんやろな。普通のマッチングアプリと違ってさ、これはもう不倫が目的やからさ、ほとんどが多分な。だから、要は体の関係しかないよな。いやと思うで。お互い男女共に下心で成り立っとるというか、結構エグいよな、これ。要は、お互いにセフレ作りたいってことよ。既婚者マッチングアプリっていうのがさ、そもそも従来のマッチングアプリにも既婚者を名乗って登録しとるやつが結構おったらしいよね。はいはい。それこそ、有名なタップルとかペアーズとか、いろいろあると思うけどさ。既婚を隠してってこと？そうそう。で、普通後で発覚してトラブルになるとか。っていうのを考えたら、初めから既婚者ですっていう同士のアプリっていうのは、ある意味、そっちに人が流れると思えば、健全かもしれん。必要悪かもしれん、これは。その相手を独身やと思って付き合っとった人からすると、それ被害者やからな、その人は。そう。そもそも独身向けのマッチングアプリに既婚者がやってくるのがおかしいんやって。確かに婚活目的やからな、あれはな。そう。もう不倫同士でな、やってくれって思ったら。そういう被害者を減らすっていう意味では、既婚者向けマッチングアプリの存在は必要悪といえば必要悪なんかもしれない。そう。不倫をしてない夫婦からすればたまったもんじゃないと思うけど、どこかしらにはこのアプリで救われとる人もおるっていう。言っても50万人やもんな。こんなに不倫しとる人が世の中おんのに、なんで芸能人の不倫あんな叩かれるんやろうな。最近もな、1回の不倫で全部パーになるぐらいのレベルやからな。だって男の1/2の1が不倫経験あるっていうぐらいで。こんだけ不倫しとる人が多いってことは、不倫被害者も多いからっていうことなんかな。叩きたくなるのかな。なるほどね。はい。心理的にはそうなってもおかしくないか。とはいえ、俺らはさ、未婚やからさ、今、こんなん不倫助長するようなアプリに手出すぐらいなら、先に離婚したらいいやんって思うけどさ。思うけどな。ことはそう単純ではないんやろうな。いろいろな、子供とかしがらみとか考えると、なかなか決断できんのじゃない？そんな離婚したらいいっていうのは、利用者だって分かっとるやろうから、そればっかりな、離婚しろとか、使うやつはクズやとか言うのは簡単やけど、そうやって言うのはちょっと安直すぎるよ。確かに。そうは言っても、自分が結婚して、仮に自分のそのパートナー以外と不倫したいってなってもアプリは使いたくないけどな。自然に出会いたいな、だったら。本当に身近なところでってこと？身近なところっていうか、ただでさえ不貞行為ってもう不法行為やん。民法上は、違法な行為なわけやからさ。はい。そのアプリの手を借りてまでそういうことするのは負けな気がするわ。確かに。このアプリも1ヶ月男で1万弱ぐらいの利用料がいるみたいやからな。普通のアプリより高いんや。普通のマッチングアプリよりは。そやな。50万人おるって言われてる既婚者クラブで1ヶ月8800円。3ヶ月プランとかあるんやけど、高い。普通のマッチングアプリが、だいたい3000、4000ぐらいやもんな、月。倍ぐらいはするってことか。リスクを伴ってまでやる人らしかおらんから、多少高く取ってもやるやろうってことなんかな。当然ながら年齢も高くなるしな。そうやな。一応30代が一番多いとはいえ、40代、50代の利用者が 50% を超えてるからな。そうか、不倫するってことは、それなりに金がある人じゃないとなかなかできやんか。できんわな。家族以外の人にな、ご飯をおごったり、ラブホ代を拠出したりっていうことになるもんな。プレゼントもな。だから金がある人がやるってことか。だから高いのは当然っちゃ当然なんか。既婚者専用の
マッチングアプリの男、会社経営者が多いって書いてあったよ。1位とかじゃないかな。金があるから不倫をする余裕があるとか、お金持ちほど時間に余裕があるっていうしな。確かにな。で、面白いのが女性会員で会員数が多い職業が、1位がアルバイトとパートらしい。2位が専業主婦。パパ活じゃないこれ。そうそうそう。まあ女性も独身でバリバリ働いとった人が結婚して、まあ落ち着いて、みたいなんじゃないかな。そういうことか。お互いに時間に余裕のある人たちがマッチングするんか。ある程度マッチしとるかもしれん。だから需要はちょうどいい塩梅で成り立っとるな。でも、このアルバイト、パートとかさ、専業主婦の人って要はさ、で、既婚者ってことは、旦那さんに養ってもらっとる人らやんな。そうやな。旦那に食わしてもらいながら不倫をするっていう、一般的にはめちゃくちゃクズなことしとるけど、まあそこに言及するのはちょっと違うか。ちょっと野暮か。確かに。それぞれのあり方やから。個人的には中年の不倫ってさ、モテる人がするイメージがあるんよな。俺もあるわ、そのイメージはな。んとなくな。だから、なんかアプリ使って不倫するのってちょっとダサいような気がしてしまうよな。本当に余裕のある人やったらそんな使うまでもないからな。そうそう。既婚者向けアプリを使うってことはさ、不倫したい、だからアプリ登録っていう順番やん。はいはい。だからそれってさ、もう下心ありきっていうか、弁明の余地ないやん。もう誰でもいいわ、みたいな。とにかく不倫がしたい、みたいな。確かにな。とにかくパートナー以外とセックスしたいっていう感じがして、いい年してなんか性欲に支配されとんだっていう感じがしてしまうわ。それよりも、いい人が現れて不倫することになったっていう流れの方が綺麗じゃない。まあ確かに。なんか不倫された側もな、アプリまでしてガツガツやっとんのはちょっと不倫した時点でもう冷めるは冷めるけど、ダサいよな。そうそう。だから相手からしても、そんなな、ガツガツしてな、不倫できやんような相手と結婚しとったんかっていう、二重で辛いよな、それ。プライドが。確かにな。弁明の余地もないしな、もうアプリなんか使っとったら。自ら進んでやっとるから、不倫しに行っとるもん。言われた時に何も言えんからな。やし、まあ自然な流れで不倫しとるってことは、まあ多少なりとも、モテる男性ってことやから、不倫する男性やとしたら、だから、まあ、奥さんからしても魅力的な男性っていう風にも取れるから。確かに。まあもちろんそれ不倫すりゃ、まああかんねやけどさ、不倫すること自体はあかんねやけど、まだな、プライド的には傷つかなさそうやけど。許せる。でも不倫っていうのはもう何歳になってでも、既婚者のアプリの利用者60代でもさ、ある程度何人か何%か割合あるから、やっぱもう死ぬまで不倫はする人はするんやろ。まあ50代、60代ってなって、まあセックスしたい人はまあそれおるやろうけど。きりないよ。まあだからこういう既婚者マッチングアプリもまあ悪い面ばっかりじゃなくて、一部のそういう人たちには需要があるってことで、まあ今後も多分どんどん増えていくんじゃないかな、っていうのが。そんな感じで、今日は既婚者マッチングアプリの会員数が急上している件について話してみました。ありがとうございます。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。